2024年の冬至の日、私たちは伊勢神宮にいました。冬至は1年で最も夜が長い日、同時にここから日が長くなっていく再生の始まりの日でもあります。毎年この場所に来るたびに何か大切なことを思い出すような気がする、そんな場所です。この時期のニュースや出来事は何かシフトチェンジが起こっているような流れを感じる情報ばかりで、まさに時代の移り変わりを感じさせる冬至の切り替わり、そんな始まりでした。そしてその日の帰り道、車の中で何気ない会話が始まりました。旅行メンバーの一人が農業をやってみたいんですよねって言い出した。以前からこのワンコの飼い主の恵子先生と自然農法について話していた。一人で管理するには少し広めの恵子先生の庭の畑、 YouTube でチェックしていた自然農法や金ちゃん農法の会話で盛り上がり、導かれているように感じた私たちは満場一致で畑を始めることにした。美容師、整体師、エステティシャン、さまざまなボディケアを生業にする私たちが新たなチャレンジの旅を始めました。農業の始まり。豚肉ファーマー。一つの種まき、世界が広がる、土の匂いが心を和らげる。雲が出てきました。自然の導きで入れましょう。野菜と一緒に育ちましょう。できました。頑張ってるね。その音が未来を教えてくれる。はじめまして、小谷小畑の健です。私はフリーランスで美容師と整体師の仕事をしています。今日はこの畑チャンネルを始めた理由を最初から話そうと思います。少し長くなりますが、最後まで聞いてもらえると嬉しいです。普段は美容師として東京で働いています。店は原宿で時間貸しのサロンを借りています。整体は基本的に出張でさせていただいています。表参道のサロンを借りたり、出張で割とどこにでも現れます。フリーランスになって20年、あっという間に私の人生は半世紀が過ぎた。私の生態は陰陽五行の考え方をベースにしています。体には経絡というエネルギーの通り道があります。その流れは五臓六腑のどこかが滞った時、経絡上にある筋肉や神経、ツボにサインを表します。そのサインを手で読み取り、手技で整え、クライアントとコミュニケーションをとって照らし合わせて、原因を見つけることにより解放に向かわせる。それが私の仕事です。畑を始めた仲間たちはみんなこの施術を学んだ仲間たちです。それぞれ仕事のスタイルは違いますが、共通していることがあります。体は外から整えるだけじゃ追いつかないというところです。生活習慣や食べるものが体を作っている。
それは頭で分かっていても自分で調整するとなると話が変わってくるんですね。なんせ体のことは奥が深いので未だに勉強会を重ねております。自然栽培との出会いは2008年に音楽活動をしている最中、福岡正信さんが提唱している泥団子農法、その話に感銘を受けてそれを広島で行いました。その頃から自然栽培には興味がありました。その時代は高速料金が1000円という破格でした。そのタイミングを利用して何度も通いましたが、東北の地震が起きて流れが一気に変わりました。それから十数年経つと農業 YouTuber が続々と現れて土について学ぶことが多くなりました。農薬も肥料も使わない微生物や菌の力を借りて作物を育てる、肥料など使っていないのに元気に育っている山の土に近づけるというその思想、木の枝や落ち葉を畑に埋めて菌が育つ環境を整えてから種をまく。菌が育つのを待ってすぐに結果が出るものじゃない。でもそれが生態の考え方と非常に似てるなぁと思ったんです。生態で痛みから解放することは可能ですが、原因は様々です。体の使い方の他にも腸内環境など内臓の状態を決めるのは環境や習慣などが育てた結果です。それを変化させるのは時間が必要です。その考え方が重なって見えました。2025年の春、埼玉県久喜市にある後輩の畑で始まりました。まずやってみようと木を埋めて落ち葉集めて畝作って、最初は本当に手探りでした。肝心な畝作りも失敗したし、最初に植えたもの結構枯れたし、苗も徒長させたし。でも原因を考えるのが面白くて、生態と同じですね。うまくいかない時ほど土のことが見えてくる。ほんと体と同じです。失敗を重ねて時が進み、土が変わっていくのが分かりました。野菜ができ始めた頃は3人とも子供のように喜んでいました。庭で農業を始めてから1年が経った頃、思いがけないご縁をいただきました。恵子先生の患者さんとのつながりで久喜市にある農場をお借りできることになりました。もともと梨農園として長年使われてきた場所です。広い土地で梨の木は撤去されていて、10年間ほど耕していただけの広い畑です。雑草も生えておらず、このような条件の畑は自然栽培をするには時間が必要になると言われていますが、そんな場所を金ちゃん農法で時間を短縮して変えていくことで可能になると考えました。土を育てて菌を育てて、少しずつ作物が育っていく環境を作っていく。それがどんな変化を生むのか正直まだ分かりません。だけど地球の生態をしているかのように感じてワクワクしています。学びは多い方が好きです。さまざまな物価の高騰や環境の変化に対応するべく、これからの時代に必要な情報なのではないかと考えて進めてみることにしました。これは実験でもあります。このチャンネルでは恵子先生の畑の自然栽培とこの農場がどうなっていくのかを記録していきます。失敗も成功もどちらも記録していくつもりです。視聴していただいた皆さんからのアドバイスもお待ちしております。生態師目線で農業を見ると、体と土って本当に似ているなって思うことが多くて、そういう気づきも
発信できたらなと思います。自然栽培に興味がある方、食や健康が気になる方、一緒に学んでいきましょう。私たちもまだまだ初心者ですので、伊勢神宮の帰り道から始まったこの話がどこに向かうのか、私たちも楽しみにしています。チャンネル登録して一緒に見守ってもらえると嬉しいです。次の動画では金ちゃん農法の1年を振り返ります。何が育って何が枯れたのか、失敗から学んだことを正直にお話しします。ではまた。